始まりました。南小国町の魅力ある人や物、美味しいグルメや観光スポットを紹介するカジマックスの南山夜かい。私南小国町のアイドルカジちゃんとスウェーデン人のマックスです。よろしくお願いします。お願いします。いやー、マックスも肌寒くなってきたね。ねえ、まあ秋だもんな。あ、もうそうやね、秋やね。なんかマックス秋といえば何を思い浮かべる？まああれでしょ、食欲の秋とか。あー、食欲の秋ね。なんかスウェーデンもそういうのあると？いやまあでもスウェーデンだったらファッションの秋、そうなの？長いコートとか。いいね。なるほどね、おしゃれだもんね。でもね、今回はね、はい、南小国町の芸術の秋をご紹介いたします。お、芸術の秋。まあでもカジちゃんはまあどう見ても食欲の秋かな。どういうこと？は？食欲の秋は？あ、じゃあもう今回のテーマも食欲の秋に変えようか。いやまあまあ、じゃあ食欲の秋に変えます。さすがにやめましょう。それいきまーす。なんで変えようか。芸術の秋とは聞いたけど、まあ実際何を紹介するの？はい、今回ですね、マックスもよく知る室原うきさんのところに行ってみたいと思います。もう初めて見た時もすっごい感動して、なかなかこう見たことないような作品で、多分もう外国人はもう大好きなんですよ。あ、本当によかった、はい、でこちらがですねギャラリーなんですけれども、はい、早速行ってみようと思います。あ、こんにちは、お邪魔します。すごいよマックス。お、すげえ。めっちゃ綺麗、すごい。やっぱり何回見ても感動するわ。すごいね、めっちゃいっぱいある。そして、さあここで視聴者の皆様にクイズです。このたくさんある絵、どんな技法で描かれているでしょうか？じゃん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 じゃ
切り絵です。室原浮さんはこの道30年の切り絵作家。その他にも三味線や地元ケーブルテレビで小国弁講座の番組もやっている南小国町で知らない人はいない超人気パワフルお母さんなんです。ちょっとこの切り絵の特徴をちょっと教えてほしいんですけど、これはな、はい、全部写実書書くわけ。全部見て、はい、そして葉っぱがどこから1枚目が出てるか、次の葉っぱは総合で出てるか対称で出ているかっていうつをな、全部はもう緻密に調べるもん。そうせんとな、絵に自信がのうなるもんな、嘘を書いたら。でひっくり返ってるとこあるじゃね、虫が口おるところとか、こういうのをな忠実にするとな、自然にな絵になる。確かにディテールすごいですし、なんかすごいリアルっていうか、風景とかこれお花とかもそうだと思うんですけど、この人もですか？そうそう、人はな、全部名前がつくくらい写実。で今こういう風景はないんですよね。上は吊るし柿してあるだろ。ありますね。秋崎トンボがおるとたい。そして子供ん女がな、近所の子供ん女が寄ってな、これは軒下じゃもんな。で姉ちゃんがどれ取ろうかっちゅうきな、ここに書いてある。どれおろすって書いて、あれ右から3番目だよ。なるほどね。倍。で指をさしてるとして、これをおろしてな、して食べるっちゅう。なるほどね。この絵にもモデルがちゃんといるんですね。います。じゃあこれはもう昔の私たちかな。60年も前の。いや最近ですね。すごいなんか田舎ならではのあったかい感じの切り絵ですよね。その他に色はすべて和紙を使用。そうすることで色に深みが出るんだそうです。あんたじゃ見るだけじゃ面白いねえじゃね。してみらんな。切り絵を。やりたい。いいんですか？普通は先輩。今日特別に。やったー、嬉しい。でもこんな上手な絵私たち描きらんけど。それはまあ。描ける。でもじゃああれもうお互いの似顔絵とかやったら面白くない？なるほどね。いいですか？じゃあ。
初めての切り絵でお互いの似顔絵って結構ハードル高いんじゃない？大丈夫かな？じゃあうきさん、この私とマックスが描いた似顔絵を切り絵にしていきたいんですけど、ここからどういう手順で進めていったらいいですか？まずな、今あんたがこぶしてから描いたじゃろ、絵を。はい、これトレーシングペーパーで写します。はい、写しま。です写します、全部を。そして写したら、黒の台紙にこのチャコペーパー、白の白のチャコペーパーを置きます。でこれをここに版画と一緒でひっくり返しに押します、これを。そしてそれをこう上から書き写す。とパッと開けたら、この絵がもうここにひっくり返しになった絵がここにあるのな。すごい。それをこうカッターで切ると。はい、じゃあ早速やってみよう。はい、頑張りましょう。はい。さん、これ、この切り絵を始めたきっかけとかってあるんですか？食べ物用紙を作って。はい。そしてなんちゅうか壁があるじゃね。なんか絵を飾ったらいいと思ったんだな。そしたらな、竹じゃね、買うたら値段が高い。よし、切り絵をしてみよう。それで本屋さんか、あそこに行って切り絵入門をちょっと注文してくださいって。そして取って、そして材料を揃えて、そして始めた。ってことは独学で始めたってことですか？すごい。すごいね。あれば切り絵をしよる人じゃ知らんもんだ、全然。でも見ない。そうなんだ。感化される。あ、なるほどね。だから他の人の絵は全然見ないってこと？全然見ない。お疲れ様でございました。まだすいません、ちょっと作品全部完成してないんですけど、いかがですか今途中経過？小国弁で言うとな、たまがった。たまがった。いい意味で？いい意味で。いい意味で？これ見てみない？マックスのポスターじゃん。これだけでも。すごいよね。上手ばい？もう本当に他のことを何も考えずにただただ描いて切って楽しい。そしてこう少しずつそのこう経過を見るのも楽しいよね。裏返してな。これですね、皆さんちゃんと完成したらもしかしたらうきさんのギャラリーに特別に展示していただけるかもということだったので、ぜひギャラリーに見に来てください。よろしくお願いします。私のもありますから。ぜひどちらもね、どちらも見ていただいて、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。撮影後、仕事の合間を縫って完成させた2人の作品がこちらです。2人の作品は今年いっぱい宇木さんのギャラリーに展示されることが決定しましたよ。